シグナルを使用し、自動ドアを制御する方法について説明します。付属ファイル、オートマティックドア、パート2、アンダーライン、before.vcmx を開きます。設定が完了すると、製品を検知し、開閉するドアを表現できます。製品を搬送できるように設定します。プロセスタブのエディターグループからプロセスを選択します。プロセスは製品が移動する経路の中継地点の作業内容を設定できます。中継地点の名前が重複しているため変更します。右側のプロセスナンバー1のプロセスラベルを選択し、プロセスを表示します。ルーチンプロパティウィンドウの名前をプロセスナンバー2に変更します。プロセスを閉じます。フィーダーからシンクへ製品を搬送する流れを設定します。エディターグループのフローを選択します。フローは製品を搬送する流れや搬送方法を設定できます。プロセスフローエディターウィンドウのフローグループ番号1を選択します。フィーダー、トゥーコンベア、プロセスナンバー1、プロセスナンバー2、フロムコンベア、シンクの順にプロセスラベルを選択します。エディターグループのフローを選択し、フローステップを非表示にします。シミュレーションを実行します。フィーダーで生成された製品がコンベア上を移動後、シンクへ搬送されません。シミュレーションをリセットします。製品をシンクへ搬送するため、プロセスを設定します。エディターグループのプロセスを選択します。プロセスナンバー1を選択します。プロセスのトランスポートインを選択します。ステートメントプロパティウィンドウのソースが前のプロセスからになっています。トゥーコンベアのトランスポートアウトを確認すると、目的地はコンポーネントコンテナへです。製品はコンベアのコンポーネントコンテナへ搬出されます。コンポーネントコンテナはコンベアや装置などが製品を一時保管する箱の設定です。コンベアのコンポーネントコンテナは製品を一時保管してコンベア上に流します。次にプロセスナンバー1に搬入するためプロセスナンバー1にあるトランスポートインのステートメントプロパティウィンドウのソースをコンポーネントコンテナからに変更します。トゥーコンベアのプロセスを閉じます。プロセスナンバー1のプロセスのトランスポートアウトを選択します。製品をコンベアへ搬送するため、ステートメントプロパティウィンドウの目的地をコンポーネントコンテナへに変更します。プロセスナンバー2を選択し、プロセスナンバー1と同様に変更します。エディターグループのプロセスを選択し、プロセスラベルを非表示にします。シミュレーションを実行します。シンクまで搬送されることがわかります。ドアが開くように設定します。シミュレーションをリセットします。製品がプロセスナンバー1に到達後、ドアが開くシグナルを送信するように設定します。プロセスナンバー1のプロセス、トランスポートインを選択します。ステートメントを選択します。その他のステートメントからシグナル送信を選択します。シグナル送信は指定したシグナルの値を変更できます。ステートメントプロパティウィンドウのコンポーネントからローリングスティールドア V2 を選択します。ドアを開くため、シグナルからインアンダーライン J1 アンダーラインアップを選択します。値にトゥルーと入力します。ドアが完全に開くまで製品を流さないように設定します。ステートメントを選択します。その他のステートメントからシグナル待機を選択します。シグナル待機は特定のシグナルが条件を満たすまで
次のステートメントを実行しません。ステートメントプロパティウィンドウのコンポーネントからローリングスティールドア V2 を選択します。ドアが完全に開くまで待機するため、シグナルからアウトアンダーライン J1 アンダーラインアップステートを選択します。コンディションに True と入力します。ドアが完全に開いたとき、ドアを開くシグナルをオフにします。センドシグナルを選択し、コピーします。ウェイトシグナルとトランスポートアウトの間に貼り付け、ステートメントプロパティウィンドウの値をフォルスに変更します。製品がプロセスナンバー2に到達後、ドアが閉じるシグナルを送信するように設定します。プロセスナンバー2のプロセス、トランスポートインを選択します。ステートメントを選択します。その他のステートメントからシグナル送信を選択します。ステートメントプロパティウィンドウのコンポーネントからローリングスティールドア V2 を選択します。ドアを閉じるため、シグナルからインアンダーライン J1 アンダーラインダウンを選択します。値に True と入力します。製品をコンベアへ搬送し、ドアが完全に閉じた状態を示すシグナルがオンになった後、ドアを閉じるシグナルをオフにします。トランスポートアウトを選択し、トランスポートアウトの後にステートメントを追加します。ステートメントを選択します。その他のステートメントからシグナル待機を選択します。ステートメントプロパティウィンドウのコンポーネントからローリングスティールドア V2 を選択します。ドアが完全に閉じた状態を示すシグナルがオンになるまで待機するため、シグナルからアウトアンダーライン J1 アンダーラインダウンステートを選択します。コンディションに True と入力します。ドアが完全に閉じたとき、ドアが閉じるシグナルをオフにします。センドシグナルを選択し、コピーします。ウェイトシグナルの後に貼り付け、ステートメントプロパティウィンドウの値をフォルスに変更します。プロセスを閉じます。シミュレーションを実行します。製品がプロセスナンバー1へ到達後、ドアが開き、プロセスナンバー2に製品が到達後、ドアが閉じることがわかります。シグナルの状態を確認します。ホームタブの接続グループにあるシグナルを選択します。ローリングスティールドア V2 を選択することでシグナルエディターを表示できます。ドアが完全に閉じているとき、ローリングスティールドア V2 のアウトアンダーライン J1 アンダーラインダウンステートはオン、インアンダーライン J1 アンダーラインダウンはオフです。インアンダーライン J1 アンダーラインアップがオンになるとドアが開き、アウトアンダーライン J1 アンダーラインダウンステートがオフになります。ドアが完全に開くとアウトアンダーライン J1 アンダーラインアップステートがオンになり、インアンダーライン J1 アンダーラインアップがオフになります。インアンダーライン J1 アンダーラインダウンがオンになるとドアが閉じ、アウトアンダーライン J1 アンダーラインアップステートがオフになることがわかります。接続グループのシグナルの選択を解除します。シミュレーションをリセットします。シグナルを使用し、自動ドアを制御する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。